と。これはもうね、塗装の下までいっちゃってるので、あ一枚塗っちゃいますね。これって昔からこの色ですかね。トーマックって何ですか。トーマックって何ですか。トーマック？はい。トーマック。トーマック。はい、こんにちは。ケルチャンネルのケルです。来ましたよ。今日は今から塗装屋さんに向かってます。なんか前回の動画でエンブレム外した跡がもうびっしりついてて、何しても取れないんですよ。視聴者さんのアドバイスとかもいただいていろいろ試したんですけど、もうギブアップしました。全然取れませんでした。やっぱり塗装しなくちゃダメなんですかね。まあ今日は塗装屋さんに向かってちょっと相談しに行ってきます。もしかしたら取ってもらえるかもしれないんで、塗装しずにそれを期待してます。とりあえず今から塗装屋さんに向かってきます。皆さん見てください。窓ガラスめっちゃ汚いんだけど、ちょっとみんなに見せたいんでワイパー動かしますね。あ、間違えた。ウインカーだった。よいしょ。いけ。ちょっともう一発。いけ。皆さん見ました？ワイパーの動き。なんか2つの距離が短いですよね。短いし真ん中しか綺麗にならん。やっぱ汚いのと綺麗で全然違いますね、見やすさが。はい、じゃあ高速降りて一般道入ってきます。めっちゃ車多い。これ雪かな。雪？雨？雪だ。雪が降ってきました。皆さん見えますか？なんかチラチラ降ってる。スタッドレス履いてないんだけど大丈夫かな。早くつけ。滑っちゃう滑っちゃう。道路が滑っちゃう。早くつかなくちゃ。でも帰り雪がすごかったら帰れないんだけど大丈夫かな。今日ニュースで見たら雪って書いてあったんですよ。アホじゃん。今日行ったらちょっと雪降ってきたんで気をつけて運転します。めっちゃ降ってきた。なんか雪っぽい雨。視聴者さんの皆さんに質問なんですけど、古いエンブレム交換する時みんなどうしてますか？普通は業者にお願いするもんなんですかね。何しても取れないんですよ。今普通に運転してるんですけど後ろはげてますからね。今めちゃダサポルシェですよ。彼らの跡がびっしりついた状態で運転してます。あ、リバティウォークある。この道あんま通らないんですよね。土地勘が分かりません。車屋さんもびっくりするかな。エンブレムの跡が剥げてるんで。彼らがついてると思いきや剥げとるやんって、跡やんっつって、今ついてる風になっちゃうんでめっちゃ近くで見たらダサいですね。でも私業者に相談しに行くの初めてでちょっとドキドキ。ちゃんと喋れるかな。今日も安定的に緊張してます。でも一番緊張したのはやっぱりフェラーリですね。いやー、フェラーリさんにはかなわないですよ。頂点なんで車の。なんか今日エンジンが調子悪いんですよね。変な音するんですよ。ちょっと走るだけでなんかウィーンって言って、もう着く。この辺みんなわかりますか？あ、見つけた。見つけました。 YKB さん。どうやって入ったらいいんだろう。あ、ここ止めちゃっていいですか？はい、ありがとうございます。YKB さん優しそう。
色がなんかすごいやばい。もう少し後ろ。どこまで行ったらいいですか？ここでいいですよ。ここでいいですか？じゃあ着いたんで早速外行って説明してきます。ちょっと寒いから上着。こんにちは。はい、YKB さんに到着しました。なんと雪降ってきたので傘いただきました。じゃあ早速相談したい場所説明してきます。すみません、お願いします。なんか先週あたりにエンブレム交換しようと思って、はい、彼らを外したらなんか跡がびっしりついちゃって、そうなんだ。自分で外されたの？自分でなんか糸ようじみたいなのでキュコキュコしながら、はい、エンブレム外したんですけど、もう跡がびっしりついちゃってて、はい、なんかコンパウンドとか、はい、なんか消しゴムとか除光液とか、はい、いろいろ試したんですけど全く取れなくて、はい、もうこれは塗装した方がいいのか、そうですね、なんか普通に取れるのかちょっと相談もしたくて。なるほど。はい、ちょっとこれはもうね、塗装の下までいっちゃってるので、はい、塗装をやり直すっていう方が一番いいですね。はい。わかりました。はい。でどんな風に塗装するかっていうのは作業を始めてみないとわかんないですけど、はい、もしも鉄板が出てきちゃうようだと、はい、処理が難しいので、はい、ひょっとすると鉄板まで出さなきゃいけないかもしれないですけども、はい、それはもう本当作業やってみないとわかんないですね。わかりました。はい、塗装ってここだけですよね。塗装するのがです、はい、塗装するのは色はここら辺なんですけども、はい、結局クリアはね1枚塗っちゃいますね、このエンジンフードを。はい、じゃないとなんかちょっと違和感あるっていう感じになっちゃうってことですかね。ぼかし目、例えばこういうところでぼかすとそのぼかし目がね切れちゃって、はい、分かっちゃうんですよね後々。はい、なのでそれはやった方がいいですね。わかりました。はい、じゃあこれはもう何を試しても消せないってことですよね。そうですね。頑張ったとは思うんですけども。はい、わかりました。はい、これは誰がやってもひょっとしたらこういう風になってたかもしれないですね。彼らから993専用の911のエンブレムに変えたくて。はい。それで、はい。そうするとちゃんと1枚きちんと直した方がいいですね。下手に後から浮き上がってきてもまずいので。はい。G が。わかりました。質問なんですけど、古いエンブレム交換する時って普通は業者さんにお願いするんですか？そうですね。自分でやらない方がいいかもしれないですね。わかりました。ちょっと簡単そうに見えたんで、できるのかなと思ったらすごいなと思って、女の子は偉いと思います。じゃあお願いします。今後どうしていったらいいですかね。じゃあうちの方で一度見積もり出させていただいて、でそれで検討されるっていうのはどうですかね。はい、お願いしたいです。はい、流れとしてはそんな感じですかね。わかりました。じゃあちょっと塗装の方向で進めていきたいと思います。ちょっと雪がすごくなったんでいろいろ進めていきます。はい、後ろこんな感じになってます。前回と一緒で跡がびっしりついております。なんかやっぱり塗装しないと難しそうなんで全体のパーツを取って塗装するそうです。ちょっと寒いんで上着着ますわ。質問なんですけど、塗装ってどうなんですかね。塗装してもいいかっていうことなんです。はい、そうです。ですね、もうこういう風になった時点でもう塗装するしかないと思うんですよね。はい、クーレポルシェとか触らない方がいいとかっていう人もいるんですけども、こうなった以上塗装するしかないですし、大体その現存してるポルシェっていうのは、塗ってる車っていうのはそこそこあると思うんですよね。今きれいにしてある空冷だったらなおさらだと思うんですよ。なのでその塗るか塗らないかとかっていうのは、もうこうなった以上は塗るしかないと思いますし、別にそんな大したことではないですよ。結構純正のポルシェってなんか塗らない方がいいとか、なんかそういう抵抗感、オリジナルを残した方がいいとか、そうですそうですね。なんかそういうのもよく聞くのでどうなのかなと思って。ただもう霞んじゃったとか、そういう外見上、あまり綺麗でないんであればやっぱりリフレッシュする意味で、うちでも全塗装とか
何台もさせていただいてますし、それも仕方ないことだと思いますね。あんまりそこら辺は変なネガティブなイメージは持たなくても結構だと思います。わかりました。はい。ちょっと気になってたので、ですよね。はい、良かったです。はい。安心しました。ここも1点質問なんですけど、ストーンガードを外したら塗装案件ですかね。そうですね。もう焼けてると思うので、跡が絶対出てくると思います。はい。これも張り替えた方がいいと思いますね。わかりました。はい、そうですね。もうこんだけ劣化しちゃってるんでね、わかりました。綺麗になると思います。そうすると。これはね、純正取ってもまたこれ黄変、黄色くなるんですけど、黄変って言うんですけど、劣化するんですよ。多分また純正も同じようにこういうふうに劣化するのが早いんですね。黄変したりこういうふうに劣化したりするのが早いんで、違う材料でですね、なるべく黄変しないような材料で作ってもらったりっていうことも、僕のところは業者さんにお願いしたりしてるので、黄変しにくいもので貼るってことも可能ですよ。うちは。わかりました。これって買えるもんなんですか？基本的に。買えますよ。霞んじゃってこれはもう替え時ってことですかね。そうですね。替え時なんだけど、これも自分でやらない方がいいと思いますね。で、僕たちがやってもついてきちゃう時があるんですよ、塗膜が。なので、もし塗膜まで剥がれちゃったらもう塗装もして、ストーンガードでも貼り直すっていう話になりますね。それはもう仕方ないですね。塗膜って何ですか？塗膜って何ですか？塗膜？はい。塗膜ね。塗膜。すいません。塗膜。これね、塗装の膜ね。わかりました。このストーンガードテープを貼り替えるときには当然これ剥がさないといけないんですけども、でこのストーンガードテープを剥がすときも、ひょっとしたらこの元々の塗膜、これの下の塗膜を一緒にね持ってっちゃう、剥がしちゃう場合もあるんですよ。剥がれちゃう。そういう場合はここのパネルの塗膜を塗って塗り直して、でさらに新しいストーンガードテープを貼るっていう作業になっちゃいますんで、その場合はもしも剥がれちゃったらちょっと高くはなりますね、金額的には。わかりました。これももし塗装するってなったらもう全面になっちゃうんですか？そうですね。これ全面になりますね。そうなんだ。一箇所塗るってなるともう全面になっちゃうってことですね。あまり小さく塗るっていうのは考えない方がいいかと思いますね。わかりました。ありがとうございます。塗膜がわかりませんでした。横文字かと思いました。車の状態どうですか？でもね、綺麗な車だと思います。本当ですか？はい。洗車されてないんでね、汚れちゃってますけど。はい、そうですね。そうなんですよね。これって昔からこの色ですかね？そうですね。元の色もこの色だと思いますよ。ターコイズカラー。ちょっと待って、感じだった寒すぎて。そうなんだ。ターコイズメタリックですかね？そうですね。元からこの色ですね。色替えしてあるようなことはないです。はい。わかりました。とてもいい車だと思いますよ。でも前の色がオレンジとかもありえるってことですか？オレンジから青にとか。ありますね。色替えしてなくてよかったです。はい。また見積もりの方を出させていただきますので、それで一度ご検討ください。よろしくお願いします。とんでもないです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ終わったんで帰ります。寒かった。帰る時に雪が止むっていうね。晴れてきました。ちょっともう寒いんで上着着たまま走ってこう。間違えた。音やばいね。すいません、ありがとうございます。また来ます。ありがとうございます。めっちゃ寒かったよ。今指の感覚がありません。塗装屋さん行っていろいろ相談してきたんですけど、めっちゃ勉強になりました。なんかお店もすごい素敵なお店で、なんか店員さんもめっちゃ優しかったです。アットホームな感じで、なんかめっちゃ喋りやすかった。
ぱり相談したら塗装しないといけないみたいですね。いいお店だったのでまた行きたいと思います。塗装のことも私あんまり知らないのでいろいろ聞けてよかったです。また一個成長しました。ちょっと寒いんでコンビニあったかいもの買ってきます。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思うので、最後にいいねとチャンネル登録、コメント全部よろしくお願いします。バイバーイ。